ちは。IKEA 大好きな佐野です。私は週1ペースでお店に行く IKEA 大ファンで、たくさん買って商品レビューをしています。最近は YouTube 始めて動画を使ったレビューしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。2022年も初売りから始まって相当いろいろ購入してきました。私は必要なものを買うっていうより、とりあえず買ってみてよかったら紹介しようみたいな感じなので、そもそもたくさん買ってます。これガチの上半期分のレシートです。今回はそのたくさん買ったうちから本当に良かったと思うものを2022年上半期に買って良かったもの11選として紹介します。また微妙だったものも正直に紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい、1つ目はプラントスプレーです。こちらは去年末ぐらいに発売された商品です。ゴールドとガラスの組み合わせがとっても可愛いですよね。置きっぱなしでいいデザインの霧吹きが欲しくて買いました。とても可愛いですよね。スリムなデザインなので場所を取らないのもポイントです。毎日葉水をするのに使ってます。ちゃんと細かいミストになります。突然ですが、皆さんは吸盤を信じますか？私は吸盤って洗ってもすぐ落ちちゃうなって思ってたんですけど、 IKEA のティスケンシリーズは全然取れません。私はシャワーホルダーを買ってみたんですけども、まず吸盤がすっごく肉厚で、設置して半年ぐらいですけどびくともしていません。うちはユニットバスでタイルではないんですけども、しっかりくっついてます。ティスケンシリーズはこの他にもタオルバーとかバスケットとかフックなんかもあります。お値段はどれもお手頃価格です。3つ目はホワイトボードマグネットボードのスベンソースという商品です。冷蔵庫にプリント貼っちゃう問題が解決しました。こんなシンプルなデザインのホワイトボード他にないと思うんですよね。結構設置に躊躇してましたっていうコメントをインスタでたくさんもらいました。私も大きいネジ穴開ける勇気がなくって、石膏ボード用のフックで設置してます。裏が縁になってるだけで、この縁に石膏ボード用のフックを引っ掛けてるだけです。このフックは何回も使えて穴も小さいし安いしおすすめです。概要欄に詳細を書いておきます。4つ目はスマッラという収納ボックスです。これはケーブルボックスにしたくて買いました。ちょっと穴を広げて中にタップやケーブルをしまってます。そして穴からケーブルを出してこの上で充電してます。いかにもケーブルボックスって感じじゃなくって気に入ってますよ。結構反響があって雑誌にも取材していただきました。中身が不思議と目隠しされるのでごちゃつかなくなるのもいいです。大きいサイズのもあります。はい、5つ目は収納グッズが続きます。ペルクラという商品です。こちらなんと79円というぶっ飛んだ価格設定になってます。ほんとそういうとこ好き。税込み79円ですよ。IKEA のエコバッグみたいなかなり頑丈な素材です。マチもしっかり15センチぐらいあります。私はシーズンオフのショートブーツをしまってます。ほこりよけにも虫よけにもなっていいですよね。大きめのスニーカーでも入りますし、旅行のパッキングにも便利ですし、子供の靴なら 2,3 足入ります。お下がり用の靴を保管しとくのにも便利ですよね。使わないときはコンパクトに畳むことができます。6つ目はネレビというシリーズのレールです。ウッドとホワイトの組み合わせがとっても可愛いです。こちらなんと599円。安いですよね。私は玄関に設置してますけども、フォロワー様からは洗面所でタオル掛けにしてますってコメントもいただきました。すごく奥行きの狭い作りなので狭い場所でも気になりません。これも私はネジを使わずに設置してます。私が使った留め具はこんな細いピンなので賃貸の方でも使えると思います。サクサク刺していくだけで簡単に設置できました。このフックも IKEA の商品です。ちょうどネレビシリーズのレールにぴったりのサイズになってます。ホワイトで可愛いですよね。7つ目はビッグレクという収納ボックスです。もう1年以上前に発売された商品なので
ご存知の方も多いと思うんですけども、 IKEA とレゴのコラボ商品です。レゴのブロックも売ってるんですけども、私が買ったのは箱の方です。蓋がレゴの土台として遊べるようになってます。上にディスプレイしたり、中に作りかけのを入れたりできて可愛いですし、子供が自分で組み立てられてすぐ楽しんでました。レゴはカラフルですけど、シンプルなボックスのおかげで見た目もすっきり可愛く収まってくれて満足しています。ボックスは3種類売ってます。ミニボックスの3点セット、中サイズ、大サイズです。8つ目はフォーレンリグという鉢カバーです。プラスチック製で軽くて、でも全然安っぽくないデザインがいいですよね。それでお値段199円税込みでほんと最高ですよね。ちなみにこれ中身も IKEA で買いました。359円だったかな。これ上半期買ってよかったもの第3位です。突然のランキング。こちら何の変哲もない食器だと思うじゃないですか。素材が超赤磁気製で軽いんです。サイズ感も使い勝手が良くって最高に気に入ってます。レビューも驚異の5点満点で 4.5 点、195件のレビューが集まっています。大人気商品です。 IKEA365 プラスというシリーズは外れがないのでおすすめです。はい、上半期買ってよかったもの第2位は竹製のトレイオスビットです。ほんと良すぎてリピート買いしたんですけど、耐久性がいいですね。公式サイトには濡れた布で水拭きって書いてるんですけども、私はガンガン水で洗ってます。自己責任で。お手入れしやすいってポイント高いですよね。で見た目可愛いし軽いし結構安いんじゃないかなって思います。はい、上半期で買ってよかったもの、これが1位です。この照明です。テープライトっていうんですかね、キッチンのカップボードに設置しました。好きな長さにハサミでパチンって切って使うことができます。設置はとっても簡単でした。もう隅っこが照らされると空間に奥行きが出るんですよね。空間雰囲気がガラッと変わるのを実感しました。ホームページを見るとトロードフリーというドライバーを一緒に買いなさいよって書いてます。トロードフリーを使うといわゆるスマート照明として使えます。ただちょっとお高いですよね。さらに電源コードも500円で買う必要があります。でも実はミールバルブは2パターンの接続の仕方があって、アンスルータという手動スイッチを使う方法です。私はこれにスマートプラグを追加して Alexa で操作したり時間を指定してオンオフをしています。私が買ったスマートプラグは IKEA じゃなくって、Amazon で一番安いやつを買いました。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、以上です。これを編集してる間にもサマーセールが始まってしまって、またたくさん購入してしまいそうです。その後買って微妙だったものも紹介します。よかったら見ていってください。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。はい、微妙だったものはもうこれは本当個人的な意見ですよ。本当ごめんなさい、正直に言いますけど、このお箸です。トレーベント149円4膳で安いですよね。可愛いし竹製で、でもね、私はね太すぎて使いにくいなって思いました。フォロワーさんからは菜箸とか大皿から取る時のお箸にいいですよって聞いて、確かにそうなので、ちょっと食事用にはちょっと太くて微妙かなって思いました。私の個人的な意見です。愛用されてる方、コメントぜひお待ちしております。こうやって使うといいよみたいなもう教えていただければと思います。はい、ありがとうございました。